もっと世界には今、淳君ここ行ってみればっていう地域ありますか？世界で一番面白いと思っているスタートアップ拠点、実はオーストリアにあるんです。オーストリア？オーストリアです。タバコファブリックっていう元タバコ工場、そこをコワーキングスタートアップハブに今作り変えていて、3つに分かれてるんですよ。でゾーン1はこれから起業したいっていう人たちがわしゃーっといるところ、ゾーン2は起業したての人たちがいるんですね。ここのゾーン1からゾーン2に成り上がれるんですよ。なるほど。エストニアとかは人口1人当たりのユニコーンの数がぶっちぎりなんですよ。130万人しかいないんですね。なのでユニコーンの下手したら日本より多い。僕たちも何かそのサービスに触れてたりするんですか？エストニアの企業の知らずに使ってたであろうものでいうとスカイプ。クロスユーが海外で起きていることを取材してとか、クロスユーから発信するってこともできるわけですよね。そっちの情報こっちに送ってください、こっちの情報そっちに送るんで、みたいな。それできそうですか？面白そう。さあクロスユーの作戦会議をですね、皆さんにも見ていただこうと思いますが、ゲストですね、小田島さんに来ていただきました。こんにちは、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介の方。はい、小田島アレックスと申します。スタートアップの界隈で国際化、日本のスタートアップを海外に連れて行ったり、海外のスタートアップの日本の展開っていうののお手伝いをメインにしながら、企業のコンサルティングもやったり、アクセラレータープログラムの日本代表をやったり、世界的なスタートアップの非営利団体のオペレーションをやってたりとか、いろんなことをやりながらですね、そういう国際交流ってテーマで活動させていただいてます。よろしくお願いします。まず小田島さん、僕たちが作ろうとしている新しいメディアクロスユーに関しては、話を最初聞いた時にどういった印象を持ちましたか？まず今井さんの熱量っていうか、テンションの高さでじゃあなんか一緒にやりたいって思って、でせっかくやるんだったら日本からの情報発信って国内に閉じがちだなと思ってるんですよね。なので今井さんとお話ししたのがもっと海外の人も見たくなるだったりとか、海外の人が出たくなるみたいな、コンテンツもできると、ちょっと面白い今までと違うことできるんじゃないかなと思ってたりしますね。今インバウンドでものすごい観光客の人が日本に来てるじゃないですか。でそれは日本の文化に触れたいっていうことで来てると思うんですけど、経済番組みたいなのが海を越えて海外にっていうのはニーズがありそうなんですか？そうですね。僕の場合はスタートアップっていう歴にやっぱちょっと偏りはあるんですけど、日本市場に来たいスタートアップってものすごい数いるんですよね。でも情報がない。みんな日本は興味があるけどよくわからないので、ブラックボックスになっちゃってるんですよ。なるほど。だからもっと知りたいっていう人たちはもう世界中に何万といるはずなので、それはね全然ニーズはあると思ってます。そうなると海外の人が日本の企業を知るメディアを、日本国内に立ち上げて海外の人見てくださいってやって、日本国内の企業にとってもすごいメリットがあるってことですよね。今までつながった部分をクロスユーがつなげていくっていうことで言えば。どうですか、お三方から小田島さんに、うちら今こんなこと考えてるんですけどなんかできそうですかみたいな、なんかざっくばらんな質問でいいですけど。私自身は海外の方がクロスユーを見るという状況を作りたいなと思っていて、でもそれってどんな魅力を発信したらいいんだろうと思って、今お話しされたようにインバウンドもすごく来ていただいていて、日本の文化とか、日本食であったりとかすごく魅力的な日本を伝えられてるけど、経済っていうところにおいてはやはり行ったことない国の方が見て、この日本の企業すごいっていうのをぜひ伝えるツールになればいいなって思ってます。それはできそうなんですかね。またそういうことを求めてるところは世界にたくさんあるんですか？いっぱいいると思います。で、日本企業で海外のスタートアップと連携してる実績ある会社もいるんですけど、あんまり知られてない。で、あとは日本は参入が極端に難しいということ、都市伝説レベルで日本が入れないよねってイメージがものすごいあるんですよね。そうなんですか。だけど実は英語喋れる人はどんどん増えてますし、スタートアップのやり取りもだんだん企業の皆さんも経験積んできているので、海外のスタートアップの連携、僕が関わっている中だけでも年間数件はあるんですよ。で、海外のスタートアップで日本の大企業から出資受けたとか、そういうのもどんどん出てきているので、言うほどブラックボックスじゃもうないんだよっ
っていうのは多分ね伝えていくべきだなと思う。これもともとなんでそんなブラックボックス的になってたんですか？どうでしょうね。まず一つは言語ですよね。で、その日本語って1億2000万人もいるので、日本語だけでも十分すぎるぐらいコンテンツがあるから、はい、日本で書いてる人、映像作る人は日本語だけでも生きていけちゃう。なんなら全然儲かるレベルだから、別に海外までやる必要なかったっていうのがあると思います。あとはその文化的に分かりづらくて。独特すぎるってことですか？まあ、全ての国もちろん個性はあるんですけど、特に日本っていうのは類似の文化があんまりないですよね。フランスとスペインとかすごく似てますとか。なるほど。でドイツとオーストリアやっぱり似てますよね。独自すぎるんですね。日本ってみたいな。そうなんです。東アジアは大体、中国もやっぱりものすごく極端ですけど、なんであと日本語の特性として、言ってることと言いたいことが違う。奥ゆかしさみたいなところとかね、本音と建前みたいな。察してくれるよねっていうのがやっぱ強いので、実際に聞こえてくる言葉と本来意味するものの違いがあって、それがビジネスで初めて来た時に面食らっちゃうわけですよ。で、例えば僕がよくスタートアップが言われるのは、ミーティング参加しました。すごい喜んでくれてたから、これは契約取れるだろうと思って、2週間経って全く連絡来ない。どういうことだそれはただ、礼儀として興味を示したんだよね、みたいな、そういうのがあるんで、そういう独自ルールみたいなものがわからない人からすると、ちょっと不思議な国。ってことは、そのあたりから含めて、情報発信した方が、海外の人には伝わりやすいんですか？と思います。その視点はないですよ。ないですね。ねえ。はい。日本独特のルールはこれだよっていうコンテンツがあると役に立つかもしれない。と思いますね。これって自分たちで気づけるもんなのかな？海外の人が求めてる、ここがわかんないんだよな、みたいな。なんかそんな番組あったな。ここが変だよな。日本人みたいなのありましたよね。でも、それぐらい自分たちは当たり前になってるから気づけないところを、まあ、小田島さんが関わってる、その会社とか企業の方とかは、いや、ここがわかんないんだみたいな、なんかリストみたいな、ないですか？実際僕、海外のスタートアップに、日本のビジネスカルチャーのレクチャーみたいなのをよくやるんですけど、10則みたいなのがあって、で、例えば言ってることと言いたいことは違うよねっていうことだったりとか、まあ、スタートアップなので技術の売り込みに来るんですよね。でも、例えばアメリカの会社とかだと、技術の話すると、じゃあこういう使い方できるのって、大企業側から出てくるんですけど、日本の場合は、自分たちでこの技術で、御社だったら、こういう使い方できるよって具体的提案持ってこないと、確かに。なるほどね。進まないよ。確かに。あとは例えば特にドイツ人なんかは、ものすごいストレートに言うんですよ。だけど逆に向こうでも直球に来てほしいと思ってるから。そっか。日本の企業って気になることがあってもあんまりストレートに突っ込んでこないんですよ。そうすると、大丈夫だったんでしょって思っちゃうかもしれないけど、そうじゃないからねとか、そういういくつか理解しておくべきことみたいなのは。これはだから情報発信するときにどこの国に向けてっていうのもね、なんか考えながら発信しないと難しそうですね。クロス U が、海外で起きていることを取材してとか、まあ、向こうの方と連携して、クロス U から発信するってこともできるわけですよね。だから信頼関係がそこで生まれてって、そっちの情報こっちに送ってください。こっちの情報そっちに送るんで、みたいな。それできそうですか？できると思います。でもなんか、指揮法がなんか英訳され始めてるっていうのを聞いて、指揮法を英訳するって要は日本の企業に興味を持ち始めたんじゃないかなと思ったんですけど。そこは指揮法に乗る会社とスタートアップで多分全く違うんだと思うんですよ。で、特に日本の大企業は株価の割に持ってる資産がものすごかったりするじゃないですか。いつの間にかこれ不動産会社じゃないっていうぐらい、本業全然違うんだけど。そうですね。これで株価で換算したら、これ買っちゃって不動産売却したら利益出るよねみたいなところも含めて、そういうマネーゲーム的なところで日本企業を見てるところは出てると思うので、僕は上場してる会社はあんまり専門外なんで、スタートアップの観点で言うとさっきお伝えしたような。今、スタートアップで面白い国とかって、まあ僕はなんか、年に一回サンフランシスコに行って、なんか、新しいスタートアップの会社を見学しに行くんですけど、
もっと世界には今あるんじゃないかな。ありますありますなんか面白く、淳君、ここ行ってみればっていう地域ありますか？そうですね。まあ、いっぱいあります。で、まあ、もちろんその、まあ、例えばバスケットで言えばアメリカが NBA みたいなのと同じで、うん。一番すごいのはアメリカにはいるんで、うん。そのアメリカの凄さを期待すると他行っても、うん。親ってなっちゃうから、ちょっと違う毛色で面白いものを探すっていうあー観点は多分はいはい大事だと思います。うんであとはその、企業単体よりもエコシステムのデザインが国で個性があるのが面白いなと思っていて、例えばですけど、オーストリアなんかは世界で一番面白いと思っているスタートアップ拠点実はオーストリアにあるんですよ。オーストリアオーストリアで気にす。は日本でも最近フランスのステーション F っていうのが結構有名になってはきていて、うんでも3万平米ぐらいあるんですよ。い。うん。それがこう欧州最大とか言ってんですけど、実はもっとでかいのがオースオーストリアに。なってます。へえ。タバコファブリックっていう元タバコ工場なんですけど、ほ800メートルぐらいの直線の建物なんですね。で、そこをコワーキングスタートアップハブに今作り変えていて、う。うん。僕がすごく面白いなと思った仕組みとしては3つに分かれてるんですよ。うん。で、ゾーン1は、それこそお二人みたいな、これから起業したいっていううん。人たちがわしゃーっといるところ。で、ゾーン2は起業したての人たちがいるんですね。うん。でここのゾーン1からゾーン2に成り上がれるんですよ。はあ。なるほど。ここで仲間見つけて、うん。そのつながってね。つながって、うんプレゼンをして、タバコファブリックにいる投資家の人に出資してもらうと、ゾーン2にこう。うんう。わー、可視化されてるわけですね。めっちゃいいな。めちゃくちゃいい。ここでまたさらに進化していくと、ゾーン3が個室のこう、シェアオフィスみたいなところがあって。はあ。じゃあランクも変わっていく。そうか。起業して、結果が出た人たちがそうです。ゾーン3に行くんだ。で、ここには会計事務所がいたり、う。うんわー。そういうリソースが提供されて、で、あとはそのゾーン、それぞれの切れ目のところにカフェテリアがあるんで、うん。一個上の先輩とカフェテリアでやるわけですよ。なるほど。そういうデザインになってるんですね。そういうデザインうん。で、コミュニティマネージャーみたいな人が引っかき回しながら、うんいろんな生んでて、そこの最上階がコーディングスクールになってるんですけど、うん。職業訓練みたいな。収入が低い人たちにうん。もっとコーディングを教えて、給料高い職につけるお手伝いしましょうっていうコほーディングスクールなんですけど、何を教えるかをその隣のスタートアップに聞いてるわけですよ。う。どんなことを教えればいい？今求められてるうんうん何っていうの、それを直接教えて、うん。で、ある程度上手くなって、あ、これ使えるねってなったら橋渡ってそのまま採用されるっていう。はえー、すごい。エコシステムが。エコシステム。循環してる。すごいんですよ。で、僕、極めつけが、うんちょうどそこ、川渡った向こうに、アルスエレクトロニカっていうですね、メディアアートの世界一はいはいのミュージアムがあるんですね。で、ここと連携して、うんそのアートシンキングとか、と、スタートアップの技術を組み合わせたプロジェクトのコンサルとかもやってる。なるほど。それをね、人口たった30万人ぐらいのちっちゃい町にね、いやすごい。ー、それ魅力的すぎますね。は、なんで生まれたんですか？そのリンツ氏がうんタバコ工場閉鎖した後の跡地これどうするっていうのがいろいろあって、で、オーストリアのすごくね、こう、スタートアップエコシステムの黎明期からやってたスタートアップ300っていうかなりこう、イケイケな感じの VC の人たちがいるんですよ。映画の300わかります？はい。あの300。あオフィス行くとギリシャのマスクがバーッと飾ってあるんですけあ。ど。なるほど。強い精鋭を作るぞ、みたいな。そうなんだ。で、その人たちがそこのコミュニティデザインとかを一緒にやって、もう入居してて、生きのいいやつに出資しながら盛り上げるみたいなことをやってる。はあ。そう考えたら、日本にそういう場所がやっぱり少なすぎる。うん足りない。足りないと思いますね。うん。ここがそうなるかどうですか、カクさん。ここまで聞いて、なんか、クロスユーで取り上げたくなる材料たくさんありましたけど。ありましたねうんまずは、そのタバコファブリックはいはいの人と一人でいいからつなげてもらって、なんかこんな感じですわってもう自分のあね iPhone で撮ってもらえる情報がここに来るだけで、そうですね。あとは編集2人がなやりますよ。最初やります。はね、でもその情報に僕は触れたことないですけど、今、小田島さんが口頭で言ってくれたその言葉だけでもう目キラキラ行ってみたいってなるから、実際ね、どういう映像であってもそれを送ってくれる人がいれば、まずは
スタートできるかなと思ったんですけど、そういう連携って取れそうと思いますよ。軽っ。連絡して状況説明して、うん。ちょっとズームかなんかでつないではいは配信してくんないみたいなのを言えばい。うん。できると思います。ということは、クロス U で、世界に向けて発信するコンテンツは、なんか、今、小田島さんの話聞いてたら、いろんな、種類のものが作れそうだって感じたんですけど。企業単体の紹介であれば、まあ、それはね、その切り口ってもういろんなメディアがやってるので、それはそれでよっぽど光るものがあればいいと思うんですけど、僕はエコシステムのデザインの方が、いろいろ面白いと思ってるのと、エストニアとかは人口一人当たりのユニコーンの数がぶっちぎりなんですよ。へー。130万人しかいないですね。はい。なのでユニコーン下手したら日本より多いんですよ。1億2000万人いる日本よりも多い。130万人のエストニアの方が。僕たちも何かそのサービスに触れてたりするんですか？エストニアの企業の。知らずに使ってたであろうもので言うとスカイプ。エストニアなんですか？エストニア人。エストニア人の方がやってんだ。で、実はスカイプマフィアみたいな人たち。ペーパルマフィアっていう、イーロン・マスクだったりとか、ピーター・ティールっていうのと同じので、スカイプの創業に関わってたエストニア人っていうのが、エストニアのスタートアップエコシステムの礎を築いた人たちなんですよ。やっぱり自分たちの生きてきた環境だけだと、起業するマインドって獲得できないと思うんですよね。やっぱり成功してる人のどういう信念というか、社会をこうしたいと思ってるんだっていうのを、やっぱ間近に見るから、うわーってなんか体でもう盛り上がってくる感じとか、やっぱそういうのが体験できることが大事だと思うので、今まさにこの新しいメディア、今立ち上げて、僕はもう今この間近で新しいメディアが立ち上がるっていうことを、瞬間を目撃してる。体験してんだもんね。この体験をいくつできるかどうかが、やっぱ大事だと思うんですよね。そうね。だけど、マインドがもう、なんて言うんだろう。いや、生きていけないじゃないか、やるしかないじゃないかっていう状態と、日本みたいに満たされてるっちゃ満たされてるね。問題山積みなんだけど、満たされてるじゃん。で、そんなところから生まれる起業家と、いや、ほんとやばい。国が飲まれちまう。隣がめっちゃ怖い国いるわ。これなんとかせならんっていう、そのマインドを、俺もすごい危機感感じてるけど、ウリュウ君とかどうですか？そうですね。いや、でも、日本って多分マジで死ねない国なんですよね。だからアルバイトしてはなんか生活できちゃうしみたいな。だからなんかその上に成り上がっていくみたいなのが、なんか生活できるからいっかみたいなので収まっちゃってる節はすごいあって。そうなんだよ。なんか、自力が。でも、なんかいろいろと隣国はさ、不安定なところあるけど、なんか平和なんしよみたいな思ってるよね。暮らせちゃってる。いや、本当それじゃダメだと思うんですけど、だからこそそういうことも、なんかひっくるめて海外の情勢を本当にうまく日本の社会と混ぜながら伝えるってことが、クロス U でできたらなと思いますけど、その可能性はありそうですか？あると思います。そこは探りたいですね。それこそ多分クロス U が大事にしたいメッセージって何なんだっけ？一遇を照らすです。だから、僕個人としては、タバコファクトリーとか、なんでこのエコシステムができてんのかとかっていう取材をしたいし、エストニアがなぜその起業家マインドが育って、で、人口比率に対してユニコーン企業がものすごく多いっていう、この一点とかを僕は紐解いていきたいですけど、賀来さんは。私もそっちの方が知りたいです。なかなか他のメディアがつながらないところに私たちはつながれるっていう、これってすごいいいことですよね。ねえ。でもそのグローバルの国境をなくしたいっていうのも一つ私はやりたいことです。それはなくせる時代に入ってきたって考えてもいいですか？と思います。あと、ごめんなさい。ちょっとその国境ってすごくいいキーワードだなと思ったんですけど、解像度の問題だと思ってるんですね。例えば生まれた時って周りの地元しか知らないじゃないですか。でそれがだんだんズームアウトしていって、渋谷とか新宿とか六本木とかで少しずつ広がっていき、で日本っていうものに広がっていきってズームアウトしながらいくと思うんですけど、多分ヨーロッパで捉えちゃってる人たちもいるわけですよね。ヨーロッパなんて国はなくて。
でその中にフランスがあってドイツがあってスペインがあってっていろんなのがあり、しかもじゃあ例えばドイツの中では NRW 州っていうところとバイエルン州っていうところでも別の国ぐらいに違うわけですよ。でその中でもじゃあバイエルンのミュンヘンと違う街でも全然性格違うわけですよね。そういうこう解像度が確かに国境がギリギリ、もっとズームインすべきだと思う。で逆にズームインしていった結果国境ってあんまり意味ないよね。なるほど。っていうところはぜひねこのクロスユーきっかけに発想として広げられるといいかな。ヒントですね。ヒントですね。それこそ一遇を照らすのにちゃんとはまりますね。日本のこういう技術を持ってるっていう会社と、まあ今日本の困りごととなんかつなげようとは思ってますけど、海外の困りごととつなげて、海外の企業と日本の企業もつながっても世界の問題を解決していくってことももうできるってことですよね。できるしやってますね。へー。じゃあそこの会社を取材したいですね。だって知らないですよね。その海外でそんな動いてるんですねみたいな。それでいくと実は僕がやってる会社がそれをいろいろやってる中の一個で、越境に特化したアクセラレーターの会社があるんですよ。この国からこの国にスタートアップを送り込むっていうのを世界中でやって、今22カ国でやって、それの日本代表やってるんですけど、もうそれこそブラジルからインドだったり、シンガポールからアメリカとか、で日本からはドイツに20社ぐらい送り込んで、それ相性とか見てってことですか？あなたの会社こっち行ったら面白いことできそうよみたいな。で実際名前はお伝えできないんですけども、言えば絶対誰でも知ってるレベルのドイツの大企業と日本のスタートアップで、じゃあなんか一緒にやりましょうってとこまで持ってったりするので。それうちらで取材させてもらえないですか？聞いて本人が OK って言えば、少なくとも誰だか分かってるんで、それでいくと小田島さんの視点で日本のスタートアップとか、日本の企業はまだまだ活躍できるポテンシャルを持ってるってことですよね。で世界もそれを求めてるところが、分野によってはその国が違うだろうけど、あるってことですよね。これってすごく明るい兆しをメディアとしてはね、なんかポジティブなニュースとしてめちゃめちゃ発信しがいがあります。そういう新しい風みたいなのは吹き始めているから、僕たちメディアが伝えるべきところもたくさんありそうですよね。来年もまた寿司テックっていうで東京都が、日本で一番大きいスタートアップのイベントがあって4万人ぐらい来るんですけど、毎年ね世界のスタートアップ300、400社は来るんですよ。北欧からめちゃくちゃ来るので、そこのじゃあ北欧の切り口で5カ国ぐらい一気にバッて紹介させてもらったりとか、いろんなこう世界のスタートアップエコシステムを発信していきましょうっていうのは一つ企画としてはできると思います。日本のことを発信するもできるし、海外のことを発信するその両軸ですよね。なんか我々の魅力っていうところと、そのいろんな国の魅力を、と思います。だからそこを我々がってなると、でもやっぱり誰かが行かないとダメですよね。本当に。いいんですか？ここで最終的に聞いた情報だけを発信するのよりかはやっぱ行って熱量をね。取材させていただいて、そのテーマは静かな熱をどうやって作っていくかだから、いやでも面白かったですよね、小田島さんに来てもらって。ただ僕たちが本当に世界とのつながりを持っていないので、小田島さんにはいろいろとこうまた教えていただけたらなと思いますし、ふらっとこの場所にまた遊びに来てもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。ということで小田島さんありがとうございました。ありがとうございました。